皆さんこんにちは、かっちゃんです。やみつきということで、今日は先日やみつき大根豆腐餅のレシピを出したんですけど、インスタグラムの方に大根の代わりに山芋美味しいかもというコメントをいただいたので、今日は山芋を使いつつ混ぜて焼くだけでやみつきになる美味しさ、やみつき山芋豆腐餅を作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。材料は長芋 250g、豆腐1/2丁 150g、刻みネギ 20g、その他細かい調味料や材料は動画の概要欄にも記載してあるので、そちら参考に作ってみてください。では今回長芋は皮も美味しく食べられるので、皮付きのまま使っていきます。もし皮気になる場合は取って使ってください。で、皮の周りにヒゲがついているので、これを手でプチプチとちぎっていきます。はい。では、ヒゲを取ったら、水で洗って外側の汚れを落とし、千切りします。で、今回皮付きのまま使っているので、千切りする際にスライサーを使うと手が汚れずにネバネバせず効率よく作ることができます。スライサーある場合はぜひスライサー使ってみてください。ない場合は包丁で千切りにしてください。あと長芋はすごく柔らかいのでめちゃくちゃスライスしやすいです。長芋を千切りしたら、今回豆腐は水切りなしで使っていきます。で、豆腐の種類は木綿絹ごしどちらを使っていただいても大丈夫です。では豆腐をボウルに入れてホイッパーで混ぜてペースト状にします。豆腐がペースト状になるまで混ぜたら、千切りした長芋、刻みネギ 20g、鶏ガラスープの素小さじ2、片栗粉大さじ4を加え混ぜ合わせます。もし絹ごし豆腐を使って少し緩すぎるなとか水分がすごく多いなと感じる場合は片栗粉を調節して足してみてください。だいたい緩さの目安としてスプーンですくって落とした時にボタッと食材が落ちる程度の緩さになります。全体均一に混ぜ合わせたらフライパンにサラダ油を大さじ1/2とごま油を大さじ1/2、だいたい1対1の割合でフライパンに加えて中火で熱します。はい。ではフライパンと油が温まったら合わせた食材をちょっと緩めな感じなのでうまくスプーンですくって平らな円形にフライパンに並べ入れます。だいたいお弁当のハンバーグくらいの大きさを目安にフライパンに並べ入れてみてください。はい。では並べ入れたらそこにこんがり焼き目がつくまで焼きます。はい。でもそこにこんがり焼き目がついたら弱火に落として裏表を返します。無理やり剥がす作戦。はい。では返し終えたら蓋をして4分蒸し焼きします。はい。では4分加熱したら生地にも火が通り、最初に比べてしっかり硬さが出て焼き固まってきます。で少しね、半面の焼き目がまだ薄いので火力を中火に上げて半面にも焼き目がつくまで焼き上げます。では半面にも焼き目がついたら完成なので、あとはお皿に盛り付けましょう。OK。はい。ではこんな感じで長芋と豆腐で混ぜて焼くだけお手軽簡単美味しく作れるやみつき長芋豆腐餅の完成です。はい。じゃあ今こんな感じにできました。はい。では今回はコメントにいただいていた長芋を使って混ぜて焼くだけでやみつきになる美味しさ、やみつき長芋豆腐餅を作ってみました。それでは
本日はノンアルコールオルジュゼロライムで乾杯。乾杯。ライミー。じゃあ早速いただきましょう。先日、やみつき大根豆腐餅のレシピ動画を出したんですけど、たくさんのご視聴、コメントありがとうございました。コメントいただいて、長芋もすごく美味しそうだなと思ったので、今回は長芋を使いつつ、長芋豆腐餅を作ってみました。いやー、このね、ドンキのノンアル、うますぎ。この間も言ったかもしれないですけど、これめっちゃ美味しくて、ちょっと箱買いしそうな感じですね。今日はライム味を買ったんですけど、普通の味個人的におすすめです。じゃあもう味付けしてあるので、このままいただきます。もしね、薄く感じたら少しお塩をつけたり、酢醤油やお醤油つけて食べてみてください。じゃあいただきます。もちほく。もちもちホクホクだわ。豆腐をペースト状にして使うことにより、うまくつなぎになり、もちっとした食感、プラスそこに長芋を合わせることによって、ホクッとした食感が美味しいレシピになってます。ちょっとこうシャキシャキ系かと思ったら、火を通すとホクホクになりますね。コメントにもシャキシャキっぽくなるかなってコメントいただいてたんですけど、ちょっとこう火が通ることによって長芋はシャキッとよりかはどちらかというとホクッとした感じで、プラスこの豆腐のもちもちの食感がとても美味しく食べられます。で長芋は皮も美味しく食べられるので、ひげだけ取って皮付きのまま使用することによって無駄なく美味しく食べられます。で今回スライサーを使って千切りにしたんですけど、皮がついていることによって滑らないのですごく持ちやすいですし、ほんとこう長芋ってねすごく柔らかいのでめちゃくちゃスライスしやすいです。千切りするときスライサーにかける際も切りやすく、皮がついている分手も汚れることなく効率よく作ることができます。でほんと皮もね一緒に入れているんですけど、全然食感とかに違和感もないですし美味しく食べられるので、ちょっとこう気になる場合は取っていただいてもいいんですけど、もう綺麗に洗って無駄なく美味しく食べられるレシピになってます。で豆腐をペースト状にし、プラス片栗粉を合わせることによってうまくつなぎになり、全体がしっかりと焼き固まります。であとはこう少しネギを合わせつつ、ちょっとこう緩めの生地なのでスプーンを使いながらフライパンに流し入れることによって丸く綺麗な形に手を汚すことなく作れます。味付けはもうシンプルに鶏のガラでしっかりと味が決まり、あとこの中華系の味付けが山芋、豆腐にもよく合い、とても美味しく食べられます。で焼く際にごま油とサラダ油を半々で合わせて使うことによってごま油の風味がふわっと香り、とても美味しく食べられます。ちょっとねごま油10の割合だと少しくどくなるというか、どうしてもこうごま油の感じが強くなっちゃうので、半量サラダ油にすることによって口当たりも軽くなりますし、なんですけどうまくこのごま油の風味が香ってとても美味しく仕上がります。大根もめちゃくちゃ美味しかったんですけど、長芋も美味しいですね。ちょっと場所によってねシャキッとするところもあったり、ホクッとするところもあったり、大根よりはねすごくもちもち感も強くって、どちらも捨てがたいんですけど、これはこれでめちゃくちゃ美味しいですね。材料も本当長芋の豆腐少ない材料で作れますし、もう調理工程も混ぜて焼くだけで簡単美味しく作れるレシピになってます。はい。ということで今日は混ぜて焼くだけでやみつきになる美味しさ、やみつき長芋豆腐餅を作ってみた動画でした。もちっとした食感にところどころこうシャキッとしつつほぐっとした長芋の食感がとても美味しいレシピになってます。ほんと手を汚すことなく作れますし、長芋も皮まで無駄なくもちもちの食感がとても美味しいレシピですので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ、もちもち。これは両方作って食べ比べするべき。